皆さんこんにちは。海外在住トレーナーのようです。今日はですね、ジムでよく見かける無意味な行動2選紹介していきたいと思います。この2点に関しては日本、アメリカ問わず僕がこの海外で生活している中でどこのジムでもよく見かける間違いというか無意味な行動を2つ紹介していきたいなというふうに思っています。まず1つ目がトレッドミルですね。皆さん有酸素で使われたりウォーミングアップ、クールダウンの方でトレッドミルよく使われている方いらっしゃると思うんですね。で、その中で傾斜をつけて、インクラインですね。傾斜をつけて使っている方でよく見かける行動なんですが、傾斜ってすごくいいんですよ。傾斜がこうつくと、当然その坂道を歩ってるような感覚ですよね。もうハムストリングス、太ももの裏に刺激がどんどん入ってきて、やっぱりこの傾いてるんで姿勢を維持しようとして腹筋がこう使われてくるんですね。アブドミナルエリアと、あとこの腸腰筋ですね。腸腰筋の動員も強くなっていきます。なので、体に対して足に対して負荷を上げれますし、当然坂道を歩いてると分かると思うんですが、息が切れますよね。なので、その心肺的な機能にもより強い負荷を与えていけるっていう効果があります。なので、クラインやってる方っているんですよね。でもその中でよく見るのが、このバーっていうか握るところに手をかけたままインクラインで歩いてる人がいるんですよ。なのでこう手を引っ掛けたままこう後ろにちょっとのけぞったような状態で傾斜をつけてやってる人いるんですけど、これ本当に何の目的でやってるのかなっていうのを僕はずっと思っていて、自分的にはいろんなこの無理にこう理論付けをしようと思ってこう頭ではこう考えてたんですね。例えばこの膝が悪くて膝に対して負担をなるべくかけないように有酸素をやりたい人がやってるのであれば、まあなんとかこう納得はできるかなっていう感じなんですけど、手をかけることによって腹筋を使う必要性はなくなるし、この傾斜がかかってる意味が全くなくなります。なので、平坦、インクラインゼロのレベルで平坦なところで、どこにも触らないで歩いてる方が、よっぽど体への負荷は高いです。インクラインで手をかけてこういう風にやってる人と比べると。なので、もし、いや、ヨウさん、こういう効果、こういう目的でやってるんですよっていうのを知ってる人がいれば、ぜひ、コメント欄で教えていただければなというふうに思っています。これは、見たことありませんか？あると思うんですよね。ちょっと理解に苦しむ行動の一つですね。で、もう一つ。これはジムエリア、ダンベルとかフリーウェイトのエリアでよく見かける光景なんですけども、ちょっとダンベル持ってきますね。軽いダンベルをこう持って、ローテーターカーフのエクササイズだと思うんですよ。やりたいことって。こういう風に持って、こういう風に開く。こういう動きですね。もしくはこういう動きですね。これってダンベルを使ってる意味が全くないんですよね。ダンベルの負荷って垂直方向にかかってるんですよ。重力をもとに。なので、こういう負荷がかかってるところで、こういう水平の動きって全く理にかなってないんですよね。それをやるんだったら、体をベンドオーバーさせて、この前傾させた状態で地面と上半身がなるべく平行に近い状態、こういう状態もしくはこういう状態で開いていくのであれば、このダンベルの作用っていうのは恩恵を受けられるんですが、垂直の状態でこれっていうのは遠心力で肩の外旋を作ってるって形になるので、なんでこういうエクササイズをやってるのかなっていうのはちょっとモビリティストレッチのプロからすると、ちょっとこれはあんまり効果的ではないなっていう感じがしますね。もしスタンディングでやりたいのであれば、ケーブルを使った、ローテーターカーフのエクササイズをやった方がいいかなっていうふうに思いますね。で、このローテーターカーフのエクササイズって皆さんよく勘違いしてるんですけど、ウォーミングアップには別に向いてないです。ウォーミングアップでローテーターカーフのエクササイズをやってる人いるんですけど、ローテーターカーフってすごい小さい筋肉なんですね。この肩の後ろについてる。だからここの筋肉を対象にしたウォーミングアップっていうのは、すごく非効率的。上半身全体、肩全体は温まるわけでもないし、この小さい肩の筋肉、ここのエクササイズをウォーミングアップとして使うのは、プロの目線から言うとちょっと違うかなというふうに思います。ただ、もう肩に疾病、肩に問題を抱えている人で、いや、これはモビリティのトレーニング、自分のリハビリのトレーニングとして
やってるんですっていうのであれば、それ必要だよねって僕は思うんですが、ローテーターカーフをウォーミングアップで使うっていうのは別に効果的ではないと私は思います。それだったら、まだメインセットと同じ動きなんだけども、軽い重量でウォーミングアップしていく方がまだ効果としてはあります。論文としてもそういう風なデータは出ています。もし肩のウォーミングアップでどういうのがやったらいいのかっていうのをわからない方は、僕のウォーミングアップの動画見ていただければ、参考になるかなと思うので、そちらを確認してみてください。やっぱりトレーニングって一般の人からすると、あんまり頭を使ってるイメージがない、脳筋みたいな風に言われたりすると思うんですけど、筋肥大において結果を出してる人たちって頭みんないいです。しっかり頭で考えて、それを結果に結びつけられるっていうのは、しっかりとしたプロセスを踏んでないと結果って出てこないんですよね。それをしっかり結果として出せてるっていうことは、しっかりと効果のあるトレーニングを普段からやれてるっていうことなので、ちょっとしたことなんですけど、そのダンベルだったらダンベルの作用ですね。重力を使ったなので、その垂直方向にかかっている。ケーブルだったら負荷が抜けにくい。バーベルだったら右と左が繋がってるから安定性がダンベルよりも高いから出力もっと出せるとか、やっぱりそういった細かいところなんですが、そういうところまで考えられると、トレーニングの効果っていうのはもっと上げていくことができます。今回2つの例紹介したんですけど、やっぱりこういう1つの行動からその人のトレーニングに対してどれだけ考えてやれているかっていうところが、ちょっとやっぱり見えてきてしまうかなっていうふうに思います。そういうところをやっぱ自分で考えてトレーニングができるようになってくると、もっともっと自分が求めている結果に近づいていけるのかなというふうに思うので、トレーニングをやってる最中はしっかりと追い込むことだけでいいんですが、やっぱそれ以外の部分はもう少し頭を使ってどうやったらもっと効果的に筋肉にダメージを与えられるか、どの器具を選択した方がこの動き、このエクササイズには最適かどうかっていうものを自分でいろいろ実験していくとトレーニングの効果っていうものを最大化できるかなというふうに思うので、ぜひ参考にしていただければなというふうに思っています。今日の動画は以上です。